ツイッターでプチ炎上してる手取り14万円、12年間働いても手取り14万円って日本終わってますよねっていうなんか記事があったんで、お前が終わってんだよって言ってプチ炎上してる問題についてちょっと考察してみたいと思います。ツイッターなんで、ツイッターっていうのは基本的に簡潔に書くのが面白いメディアなんで、ホリエモンはここ言葉足らずとかなんとかって批判する奴らいますけど、それは全く的を射ってないと思います。まずここで簡潔に返事を返すことによってと思わせて注目をさせて、ちゃんと僕の意図を読み取れる人たちだけが実際に理解をするというこのプロセスが大事なんですけれども、文章を読めない人が多いと思いますので、動画だと丁寧に解説することができるんで解説してみたいと思います。多分僕の炎上案件で初めてちゃんと解説する案件かもしれません。そもそもですね、こういうことを書く人たちっていうのは考え方が保守的で、割といい子ちゃんが多くて、親とか先生が言ってることを鵜呑みにして非常に保守的な人が多いです。これはですね、スマホとか SNS が発達してない時代はそれでも良かったんです。なぜなら世の中の動きがめちゃくちゃ遅かったから。それはなぜかというと情報が不足していて、情報をたくさん得て生き方を最適化する、稼ぎ方を最適化するということができなかった時代は、それでも大多数の人たちが、のんびり保守的に生きていても大丈夫だったんですけど、今は違います。情報が民主化されました。スマホ、SNS で大抵の人たちが大抵の情報にアクセスすることができるようになった今、これを使ってる人と使ってない人で大きな差が出るのは当たり前です。今や、例えば、14万円手取りで稼ごうと思ったらすごい簡単です。例えば動画編集のスキル、大したことないです。これ今スマホでもできます。例えば僕がアドベンチャーレースとか沢登りとかそういった何時間もかかるアクティブなエクストリームなレースに出て、それ全部 GoPro で撮ってたりとかするんですけど、GoPro の自動編集機能、使えるんですけど、やっぱりちゃんと編集して、5分ぐらいの動画にまとめて一緒にレースに出た人たちと共有したいとか思うじゃないですか。これを例えばクラウドワークスとかに頼むと、4万円とかでやってくれるとこあるんです。で、5人で4万円分け合って、やれば安いじゃないですか。1万円いかないぐらい、8000円とかで、編集してくれるわけですよ。そしたらみんなで8000円出し合って、かっこいいビデオ作ってもらいたいよねって言って発注すると、ちゃんとやってくれるんです。でも何時間かかけて、その人は4万円とかもらえれば、これ、例えば5回やったら、1ヶ月に5本やったらもうそれだけで手取り多分14万円超えますよね。動画編集のスキルって大したことないです。なんかみんなそんなのできっこないみたいに思ってるけど、今オンラインで教材ありますから、昔みたいにこれ難しくもないし、ノウハウは全部 YouTube でタダで見れるんで、動画編集のノウハウなんかそれで覚えりゃいいんです。これも情報が民主化したおかげなんです。昔はすっごい高い、動画編集の本を見て、でも本だと実際にどういう風にして動かしてんの分かんないから、結局学校に習いに行かないと理解力のない人はできなかったりとかしたわけですよね。動画編集のためのパソコンソフトとかも1本10万円とか20万円して、パソコンも50万円するとか、そういうのもザラでしたけど、今スマホでできますからね。で、それを知ってて、クラウドワークスを知ってて、そういう発注が来ることを知ってたら、例えばこれもう本当にごくごく一例ですけど、もっと簡単な仕事たくさんあります。ウェブページを1枚、ペライチのウェブページ1枚作るだけで1万5千円とか2万円みたいな仕事いっぱいあります。そんなのたくさんあります。誰でもできそうな仕事で、例えば、どっかの講演会の書き起こしとかね。これ書き起こしも今や Google とか、自動音声を認識するソフトウェア使うと、大体アラ翻訳それでできちゃうんですよ。書き起こしね。それの手に法を直したりとかするのも構成のソフトがあるんです。JustWrite ってソフトがあって、それで構成して、あとは自分でもう一回読んでみて、おかしいところがないかどうかチェックする。これだけで1万円とか2万円もらえる仕事がザラにあります。例えば、いろんな在宅でできるすげえ簡単な仕事を僕、3つ挙げましたけど、山のようにあります。例えばこういうことやるだけで、全然そんなの稼げます。しかも今よりも、労働日数3分の1とか4分の1で多分稼げると思います。つまり年収上げようと思ったらいくらでも上げられる可能性があるってことです。それをよくわかんない会社で、非正規で、派遣とかで搾取されて、みたいなことをしか知らないお前が悪いっていう話なんです。これがまず一つです。で、もう一つは手取り14万円が低い。年収が低い。それは嫌だって思ってる。お前も終わってる。なぜかわかりますか？今やスマホ、インターネットで日本全国、大体どこに行っても 4G が繋がります。
4G が繋がるってことは Netflix の動画見放題。YouTube の動画も見放題。大して金かかんないですよ。格安 SIM とか使ったら全然金かかんないです。そういう状態で、例えば田舎に行ったら、昔は田舎に行ったら娯楽なかった、映画館もなかった、アミューズメントパークもなかった。だけど今やスマホの中に全部エンターテインメント入ってますよね。YouTube もあれば Netflix もあればスマホゲームもある。友達と LINE で連絡をすることもできる。こんな簡単な時代になってるんですよ。なのに、田舎は不便で面白いことがないと思ってるお前が終わってる。今や、全国大体どこ行ってもコンビニあります。ドラッグストアあります。何でも手に入ります。しかも田舎、逆に家賃めちゃくちゃ安い。生活コスト多分、東京の5分の1以下。下手すると。なのに、やってること一緒じゃないですか。家帰って何やってる？ YouTube で動画見てる？友達と LINE でメッセージやり取りしてる。どうせそんなことだろう。人口5000人とか1万人の田舎に行っても一緒ですよ。でしかも今 LCC があります。LCC で移動すると東京都内でだいたい1万5000円ぐらいで往復できると思います。つまりたまに東京に来て非日常を味わいたい。月に1回ぐらい非日常を味わいたいんだったら東京で家賃払って高い生活コストを払うより全然いいです。ということで僕の発言に対してお前が終わってるんだとか批判してる奴らは、お前がやっぱり終わってんだよ。